僕の名前はずんだもん。ピーちゃんの優秀なアシスタントなのだ。さて今回はゆるキャン大井川編後半の動画なのだ。旗なぎダムを出発して戻りなのだ。次の行く先は白樺荘。今日も最後まで動画見てね。前編を見ていない方は先に前編を見てほしいのだ。というわけで旗なぎ大吊り橋からの戻りから続きなのだ。デスロードは工事が進んでスムーズに下ってきたのだ。まずは白樺荘。こんな奥地に綺麗な宿泊施設があるのだ。レストランはランチ営業のみ。日帰り温泉は17時までなのだ。火曜定休なので事前に確認をおすすめするのだ。楽しい更新中。現在はゆるキャンのシーズン3の放送は終了したのだ。でもまだまだ静岡はゆるキャン暑いのだ。ぜひ大井川観光に来てほしいのだ。さて温泉はアニメのように露天風呂があるのだ。お風呂から上がったらスタッフの方から記念にメッセージ残してってさ。掲示板にピーちゃんもメッセージ書いていったよ。絵が上手い人はいいな。白樺荘行ってピーちゃんのメッセージを見つけてね。なお白樺荘でダムカードがもらえるのだ。撮影した旗なぎダムの写真を見せるのだ。さて次はアクト市城キャンプ場へ向かうのだ。さっきのおでん屋を通り過ぎてガンガン下るのだ。とにかく工事車両が多いのだ。ピーちゃんはバイクで来るのは怖いのだ。チャカは8号で山道スイスイ走るピーちゃんはすごいと言うけど、やっぱピーちゃんはトラック乗りなのだ。あとピーちゃんは交通機関が苦手なのだ。日頃車生活なのだ。さてそんなこんなで長島ダムを越えるとアクト市城キャンプ場入り口が見えてくるのだ。そこから下るとキャンプ場管理棟があるのだ。受付をしたらサイト内に車を止めるのだ。チェックインは17時まで厳守なのだ。それ以降は管理人さんが帰ってしまうのだ。さてなでしこが降りたアクト市城駅に行くのだ。旧井川線のトンネルを抜けていくのだ。アクト市城駅は長島ダムができた時1990年に開業されたのだ。旧井川線はダムに沈んだので付け替えでアクト式鉄道で急勾配を登ってダムより高いところを走るのだ。興味がある人は長島ダムの展示館で詳しく展示されているので見ると楽しいのだ。廃墟好きなピーちゃんには好物なのだ。作中はキャンプ市城と書いてあるのだ。この橋は市城吊り橋なのだ。ここの先は奥泉発電所大井川ダムなのだ。1936年から井川線はこの橋を渡っていたのだ。看板通りに進むとミステリートンネルなのだ。通るには懐中電灯が必須。トンネル入って出口の光が見えるぐらいにお化けが展示されているのだ。人感センサーで近づくとライトがついて動き出すのだ。地元の子供たちが制作しているのだ。実際に現地に行って楽しんでほしいのだ。早朝に誰もいない時に撮影したのだ。チャリにカメラ固定してヘッドライトで照らしながら押して歩いたのだ。古いトンネルで看板を掘っただけの素掘りトンネルなのだ。一人で通ったけどコウモリいるしちょっと怖かったのだ。カッパって魚を取るときは釣りなんだね。天狗の親子。ひょっとこの方向板。バケツのお化け。スキーブーツ履かせてる。作中
中にもイルミネーションが描かれている。足元にはクリスマスのトナカイがおる。扉を開ける勇気はありますか？出た。多分お化けはアレンジしているようだ。まだ何か仕掛けがあったのだ。長島ダムに向かう遊歩道に楽しむフォトトンネルでお化け制作の話が展示されている。さてなでしこは管理棟へ。ここの棚にゆるキャングッズが売ってるのだ。もちろん焚き木も売っている。コインシャワーやトイレもあるのだ。近くに森の泉で温泉に入れるのだ。管理棟に割引券があるのでもらってから行こう。長島ダムに着いたのだ。キャンプ場でキャンプを始めるのだ。アプト式鉄道が登っていくのだ。キャンプ場の写真はみんな帰ってから撮影したのだ。管理人のおっちゃん、親切で一杯取って行ってって。田舎らしいアットホームでいいキャンプ場なのだ。いろいろなシーンのスライドショーなのだ。炊事場は夜間は照明ついてる。星空はよく見えるのだ。夜間でもトイレに行くのは安心である。ファミリーが多いので変な人はいなかったのだ。作中では A1 のサイトを利用してたのだ。川側サイトで少し値段が高いのだ。ちなみに P ちゃんは B1 のサイトにしたのだ。そろそろ焼肉やるのだ。焚き火すると和むよね。カセットコンロで焼肉はやったのだ。焚き火は特に燃料としては使わないのだ。虫よけなのだ。夜は冷えるし。朝食はホットサンドメーカーでツナサンド。電気が楽だね。T ちゃんのキャンプ飯の話は別の機会にするのだ。さて、朝一でスマタ峡の夢の吊り橋を撮影するのだ。観光協会からドローン撮影は早朝でと言われているのだ。スマタ峡には接蘇線を戻って県道77号をスマタ峡方面に行くのだ。スマタ峡温泉の看板なのだ。奥に観光案内所や新民鉄道の古い車両が展示されている。奥に進むと土産物屋や足湯カフェ。足湯カフェは成功うどくというお店なのだ。早朝だからオープン前。アニメのカットはおそらく早朝撮影されているのだ。一番奥にスマタ峡プロムナード入り口があるのだ。自
転車を除く一般車両は入れないので注意。いざ出発。フラフラしてるのはピーちゃんがチャリ下手なのだ。ジメジメしてる日は山ビルいそうで怖いのだ。夏場は虫が嫌いなピーちゃんはいけないのだ。本日は夢の吊り橋は一方通行と書いてある。夢の吊り橋を渡ったら急な階段を登る必要があるのだ。ネットでチャリ担いで渡ったつわものもいるらしい。急坂を登ったらあとは舗装路を大回りして戻るのだ。もちろんピーちゃんは吊り橋渡らないのだ。足腰弱いと無理なのだ。行き帰りとも距離あるから隊長と相談して決めてほしいのだ。途中にトイレがあるのだ。トンネルが見えてきたのだ。ここは新民鉄道の廃線跡なのだ。興味がある人は調べると面白いのだ。千頭新民鉄道と呼ばれていて井川線沢間駅に続いていたのだ。1931年なので戦前なのだ。重機もないのにすごいのだ。本日は夢の吊り橋は一方通行と書いてある。大間ダムのところから階段を降りるのだ。ちょっと急な階段が続くのだ。なんかこのシーンを思い出したのだ。階段が滑り台に見えるのだ。途中ダム管理棟があるのだ。シュワン、ブロン飛ばしますよ。誰もいない。管理事務所に電話してあるからいいか。もっと先に夢の吊り橋があるのだ。待てるように広くなった足場の台があるのだ。10人までしか同時に渡れないのだ。時期によって大混雑するので渋滞が発生するのだ。では上空から観察するのだ。太陽が出てないけどチンダル現象が出ているのだ。光が水中で乱反射して青く見えるらしいのだ。詳しい方コメントで教えてね。りんちゃん、あやちゃん、なでしこが渡ってるとこはドローンでロケしたのかな。今回は携帯性がいい。コンパクトな DJI ミニ2なので風に煽られるのだ。この吊り橋は10人までで15人までの旗投げ大吊り橋より少ないのだ。中州には何があるんだろう。湖底にある岩が見えるのだ。水がきれいな湖なのだ。さすが大井川水系なのだ。ここで反対向くと大間ダムが見えるのだ。後でダムカードもらいに行こう。大間ダムは1938年に竣工なのだ。またしても戦前なのだ。あと大間ダムカレーがあるらしいのだ。須又峡の旅館水光園で食べれるらしい。作中でちょっと店の前が映ってたのだ。さて吊り橋の反対側に林道周りで行くのだ。左岸林道のどんつきまで来たのだ。ここから夢の吊り橋出口へ。須又峡尾崎坂展望台があるのだ。晴れていたらいい景色なのだ。ソフトバンクの基地局とトイレがあるのだ。ドコモは県外なのだ。ハイシーズンは数時間待ちで吊り橋渡って340段の階段だから自販機とトイレはありがたい。ここにも鉄道が展示されてるのだ。もう少し行くと吊り橋からの階段があるのだ。
ちゃんがダウンしてるベンチなのだ。確かに健脚じゃないとダウンするわ。ここの林道崖崩れが多いのだ。デスロードなのだ。この先は通行止め。左岸林道はプロムナード、登山道以外は整備されてないのだ。橋も鉄道跡なのだ。尾崎坂展望台のように広くなってる場所は駅らしいのだ。橋の下は綺麗な風景なのだ。紅葉シーズンに激混みの理由がよくわかる。やはり早朝しか勝たん。ゆるキャン目当てっぽい人が増えてきたのだ。まだ9時なので戻って長栄温泉に入るのだ。大間ダムの階段で汗かいたのだ。チャリ祭の映像は早送りほぼノーカットなので、大体の距離感は分かっていただけただろうか。公衆電話があったのだ。夢の吊り橋入り口にやっと戻ったのだ。ゲートまであと少しなのだ。トンネル以外に街灯はないのだ。日没後は吊り橋訪問はダメとなっているのだ。公衆トイレなのだ。ゲートまであと少しが長く感じるのだ。作業員の方が草刈りしてたのだ。作業ご苦労ようなのだ。作中にお猿が出るシーンがあるのだ。飛龍橋の先でお猿がいたのだ。カメラ向けたけどシャッターが間に合わなかったのだ。夏場に歩いたらしんどそうだ。今年はお盆とか激混みな予感なのだ。ゲートでは環境維持の募金を行ってるのだ。募金箱のおばちゃんとちょっと話して募金してきたのだ。さて、観光案内所でダムカードもらうのだ。観光案内所には図書館もあるのだ。資料がいろいろあるので、歴史に興味があれば見学するといいのだ。大間ダムカードデッドなのだ。足湯カフェなのだ。先に左のところで注文してから足湯の方に行くのだ。足が疲れたので足湯は良いのだ。アイスティーを飲みながらまったりするのだ。景色もいいし和むのだ。ただすでに人混みが始まってるのだ。作中で島のお姉さんたちが現れるのだ。昨日ぶっぴがん乗ったっていうセリフがあるのだ。わからないので調べたら塩棒の吊り橋シーンで井川線の車両の音がぶっぴがんと表現されていたのだ。これが伏線なのか？でもぶっぴがんってネットで調べたけどよくわからなかったのだ。詳しい人コメントで教えてなのだ。さて、坂の頂上にある温泉に入るのだ。足湯カフェも温泉だったけど温泉なので中の写真はないのだ。定休日は火曜水曜木曜なのだ。泉質はスマタ峡温泉なので
ぬるぬるすべすべ。お湯には湯の花が浮かんでいるのだ。露天風呂のみでロッカーとドライヤーがあるのだ。備品はないので石鹸やタオルは持っていこう。入り口でタオルは200円で売ってるのだ。入浴は大人400円なのだ。さて汗も流して時間も11時回ったので渓流そば食べに行くのだ。作中で松竹となっているが紅竹食堂というお店なのだ。いつの間にか漫画の1ページになっていたとメニューに書かれていたのだ。店内を撮影させてもらったのだ。アニメそのまんまなのだ。盛り付けはちょっと違うらしい。アニメ版の壁面には何も貼ってないけど実際はゆるキャンポスターがいっぱいなのだ。やはり開店直後に来て正解だったのだ。渓流そばは20食限定だったかな。360度撮影した後すぐお客さんどんどん来たのだ。魚は丸ごと食べれるし渓流そばうまし。ここがりんちゃんあやちゃんがバイク止めていた旅館。スマタそうになってるけど急無そうなのだ。この先すぐ夢の吊り橋プロムナード。車300円バイク200円格安なのだ。スマタ京バス発着所があるのだ。ここを抜けると帰り道なのだ。さて今回の動画は以上になるのだ。とにかく見どころがぎっしり詰まった大井川編。アフロ先生の静岡愛が感じられる作品なのだ。まだまだスマタ京には魅力がいっぱいあるのだ。ぜひ聖地巡礼をしていろいろ新発見をしてほしいのだ。T ちゃんはジモティーだから何回も来てるので奥大井はおすすめするのだ。気がついたことがあればコメントで教えてほしいのだ。この動画がいいなって思ったらいいね、チャンネル登録してくれると P ちゃんが喜ぶのだ。モチベが続くようよろしくなのだ。では次の動画でバイバイ。